第1章忘れかけていた過去。高橋恵子は都内の落ち着いた住宅街で会社員の夫健太と幼稚園に通う娘の愛とつつましくも幸せな日々を送っていた。ある日の午後、恵子のスマートフォンが鳴った。母方の遠い親戚からだった。それでね、警察から連絡があって、お父さんが亡くなったそうなの。その言葉に恵子の時が止まった。父、その響きには温かい思い出などみじんもない。恵子が小学生の時、父は母と自分を捨てて若い女と蒸発したのだ。それ以来20年間音信不通だった。孤独死だったそうよ。死後数日経って発見されたって親戚の声が遠く聞こえる。悲しみも同情も湧かなかった。ただ不快な過去の扉が少し開いてしまったような嫌悪感だけがあった。それで遺体の引き取りなんだけど、遺体の引き取りはお断りします。葬儀にも出ません。あの人とはもう20年も前に関係が切れていますから。恵子はきっぱりと言った。あの男に関わることで今の平穏な生活が乱されるのが嫌だった。親戚はむしろほっとした様子で電話を切った。恵子は深く息を吐き、夕食の支度に戻った。もう終わったことだ。自分には関係ない。そう自分に言い聞かせた。この時の恵子は知る由もなかった。封印したはずの過去が最も残酷な形で現在の自分たちを脅かすことになろうとは。第2章突然の来訪者。父の死から4ヶ月が過ぎた。ある日の夕暮れ時、平穏を破ったのは乱暴に鳴らされた玄関のチャイムの音だった。ピンポンピンポンピンポンと間断なく鳴り響く。恵子がドアスコープを覗くと、柄の悪そうなスーツ姿の男たちが3人立っていた。ただならぬ雰囲気に警戒し、ドアチェーンをかけたまま少しだけ開けた。何かご用でしょうか。隙間から声をかけると、酒とタバコの匂いがする恰幅の良い男が顔を近づけてきた。ここ、鈴木修二の娘の家だろ。高橋恵子さんだな。聞き覚えのある父の名前に心臓が跳ねた。はい、そうですが、父はもう亡くなりましたが、何か知ってるよ。その亡くなった親父さんの借金の件で来たんだ。話があるから開けな。男はドアチェーンの隙間につま先をねじ込んできた。借金？何のことですか？私は何も聞いていませんが、しらばっくれるなよ。親父さんが作った借金だよ。あんたが相続したんだ。男は苛立ったように言うと、懐から1枚の書類を恵子の目の前に突きつけた。それは金銭消費貸借契約証書。債務者には父の署名と実印があり、貸付金額の欄には目を疑う数字が並んでいた。金5000万円なり、5000万円。恵子は息を飲んだ。何かの間違いじゃ。間違いなわけあるか。親父さんは事業に失敗して金を借りたんだよ。とりあえず元本の5000万円、耳揃えて返してもらおうか。男は再びドアを押し開けようと力を込めた。チェーンが悲鳴のような音を立てる。恵子は恐怖で足がすくんだ。今、この平穏な家の中に、とてつもない最悪が踏み込もうとしている。第3章突きつけられた3ヶ月の壁。恵子は必死でドアを押さえた。待ってください。いきなりそんなこと言われても。それに、私は父とは20年も会っていないんです。そんな借金、私には関係ありません。しかし、男は動じず、にやりと笑った。関係ない？バカ言っちゃいけないよ。あんたはあの人の一人娘、唯一の法定相続人だ。法律ってのはな、プラスの財産だけじゃなく、マイナスの財産。つまり、借金も相続するって決まってんだよ。知らなかったじゃ済まされないんだよ。相続、その重みがのしかかる。まさか、借金だけが残されていたなんて。そんな、じゃあ、相続放棄します。相続を放棄すれば、払わなくていいんですよね。恵子は以前テレビで聞いた言葉を叫んだ。しかし、男は冷酷に言い放った。残念だったな奥さん。もう手遅れだ。相続放棄ってのはな、相続の開始を知った時、つまり親が死んだのを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなきゃいけないんだ。あんたが訃報を聞いたのは4ヶ月前だよな。恵子の顔から血の気が引いた。確かに、あの電話は4ヶ月前だ。何かの間違いです。私は借金のことは知らなかったんです。なのに、期限が過ぎたからって、知らなかったは通用しないって言っただろ。期限を過ぎたら、すべての借金を承認したとみなされる。つまりだな。
今この瞬間からこの5000万円の借金はあんたのもんになったってことだ。私の借金5000万円が？恵子の視界がぐらりと揺れた。20年間捨てられていた自分がなぜあの男の尻拭いをしなければならないのか。あまりの理不尽さに深い絶望が押し寄せた。まあこっちも鬼じゃねえ。来週までに今後の返済計画書を出せ。それまでは待ってやる。男は書類をしまうと言い捨てた。去り際にリーダー格の男が振り返った。逃げようなんて考えるなよ。家族がどこにいるか全部把握してんだからな。その言葉はどんな脅し文句よりも恵子を恐怖のどん底に突き落とした。第4章孤立と絶望。その夜帰宅した夫の健太に全てを打ち明けた。大丈夫だ恵子、きっと何か方法があるはずだ。明日警察や弁護士に相談してみよう。夫の言葉に少し救われたが現実は甘くなかった。翌日訪れた警察署では民事不介入と冷たくあしらわれた。脅迫されたと訴えても取り立ての常套句でしょうと取り合ってもらえなかった。弁護士への相談も費用や手遅れだと言われる恐怖で躊躇してしまった。その日から地獄のような日々が始まった。昼夜を問わず電話が鳴り響き、留守電にはドスの効いた脅し文句が吹き込まれる。家の近くには不審な車が止まり、ポストには脅迫めいた手紙が投げ込まれた。恵子は精神的に追い詰められ、買い物に行くのも怖くなった。夜も眠れず、食事も喉を通らない。健太の会社にも嫌がらせの電話があり、二人して疲弊していった。ごめんね健太、ごめんね愛。誰もいない昼下がりのリビングで恵子は一人泣いた。自分のせいで大切な家族をこんな目に遭わせてしまっている。その罪悪感が心を蝕んだ。5000万円どうやって返せばいいのか。自己破産しかないのか。家も手放さなければならない。いっそのこと死んでしまえば楽になるのだろうか。そんな危険な考えが頭をよぎるほど恵子は追い詰められていた。第5章一筋の光。返済計画書の提出期限が明日に迫っていた。恐怖で体が震える。深夜眠れない恵子はスマートフォンを握りしめていた。画面には相続放棄期限過ぎたなどの絶望的な検索結果が並ぶ。もうダメなのかもしれない。諦めかけたその時、画面の隅の小さな広告が目に入った。相続トラブルの無料相談。諦める前に一度ご相談ください。司法書士法人。今の恵子にはそれが暗闇に垂らされた雲の糸のように見えた。ダメでもともとだ。恵子は震える指で電話をかけた。はい、司法書士法人夜間受付担当です。どうなさいましたか。深夜にもかかわらず丁寧で温かい女性の声に張り詰めていた心が少し緩んだ。夜分遅くにすみません。相続のことで恵子は途切れ途切れになりながらもこれまでの経緯をすべて話した。話すうちに涙が溢れてきたが女性は静かに聞いてくれた。すべてお話し終えると女性が静かに口を開いた。高橋さん、よくお話ししてくださいました。大変でしたね。心からの同情を感じた。やっぱりもう手遅れなんでしょうか。私が5000万円払うしかないんでしょうか。すがるような思いで尋ねると女性はきっぱりと言った。いえ、まだ諦めるのは早いです。高橋さん、戦う方法はありますよ。恵子は耳を疑った。でも3ヶ月の期限が。原則はそうです。ですが法律には例外があるんです。あなたのケースはその例外に当てはまる可能性が高いです。例外。その言葉に希望の明かりが灯った。詳しいお話は明日事務所で伺わせてください。私が担当します。一緒に解決策を考えましょう。女性司法書士の力強い言葉に恵子は何度もうなずきお礼を言った。電話を切った後、久しぶりに深い息を吐いた。まだ何も解決していないが暗闇の中に確かな光が見えた気がした。第6章反撃の糸口。翌朝恵子は駅前の司法書士事務所を訪れた。待っていたのは昨晩電話で話した佐藤司法書士だった。ショートカットが似合う知的で快活そうな女性だ。個室の相談室で佐藤は早速本題に入った。高橋さん、お父様の死亡を知ったのが4ヶ月前、借金の存在を知ったのが1週間前ですね。はい、その通りです。民法では相続放棄は死亡を知ってから3ヶ月以内とされています。これは業者の言う通りです。
恵子の心臓が早金を打つ。やはりダメなのか。しかし、佐藤は続けた。ですが、過去の最高裁判例で重要な判断がなされています。被相続人と長年生計を別にし、交流も全くなかったため、相続財産が全くないと信じていたような特別な事情がある場合には、3ヶ月のカウントの始まりを借金の存在を知った時にずらすことができるというものです。借金の存在を知った時、恵子は息を飲んだ。つまり私が知ったのは1週間前ですから、そこから3ヶ月以内ならまだ間に合うということですか？その可能性が非常に高いです。20年間も音信不通で関わりを避けてきた。そんな状況で借金があるなんて想像もしなかったでしょう。これは特別な事情に当てはまると考えられます。恵子の目から涙がこぼれ落ちた。安堵と希望の涙だった。よかった。本当によかった。佐藤は真剣な表情に戻った。ただ、安心するのはまだ早いです。これはあくまで可能性の話。家庭裁判所に認めてもらうには、客観的な証拠が必要です。20年間交流がなかったか、知りようがなかったかを証明しなければなりません。恵子は背筋を伸ばした。はい、何が必要ですか？これからの戦いは、証拠集めにかかっています。業者も黙ってはいないでしょう。絶対に。父の遺品整理や預金の引き出しなどはしないでください。単純承認したとみなされます。はい。わかりました。絶対にしません。では、早速取り掛かりましょう。これからの3ヶ月は時間との戦いです。一緒に頑張りましょう。佐藤が差し出した手に、恵子は自分の手を重ねた。はい。よろしくお願いします。家族を守るために戦います。恵子の目には強い意志の光が宿っていた。第7章証拠集めの奔走。その日から恵子と佐藤の二人三脚での証拠集めが始まった。まずは役所で恵子の両親の離婚時の戸籍謄本や父の住民票の序票などを取得した。書類からは父が離婚後も転居を繰り返し不安定な生活を送っていたことが読み取れた。さらに母の遺品から離婚当時の古い日記や弁護士との相談記録を発見。父の借金癖や暴力に苦しめられた母の悲痛な叫びが記されていた。これは強力な証拠になりますと佐藤が言った。次に当時の事情を知る親戚や母の友人に連絡を取り陳述書を書いてもらった。あの男のせいでどれだけ苦労したか覚えているわ。死んでまで迷惑をかけるなんて。彼らは父への憤りをあらわにし、離婚後一切の援助がなかったこと、居場所すら知らなかったことなどを詳細に記してくれた。恵子自身の記憶の整理もした。父から最後に連絡があったのはいつか。年賀状は？進学や結婚の報告は？答えはすべていいえだった。父は恵子の人生の節目に一度も姿を現さなかった。証拠集めは封印していた父への複雑な感情を呼び起こし、精神的にきつい作業だった。最低な男。古いアルバムの自分を抱き上げる若い父の写真を見つめ、恵子はつぶやいた。生前は父親としての責任を果たさず、死んでから巨額の借金だけを押し付けてくる。あまりにも身勝手だ。しかし、その怒りが戦う原動力になった。絶対に負けない。あんな男の思い通りにはさせない。集まった段ボール一杯の証拠書類は、恵子の孤独と苦しみの証明であり、未来を切り開く武器だった。第8章家庭裁判所への真実。佐藤司法書士は、恵子から聞き取った事実と集めた証拠をもとに、説得力のある相続放棄真実書を作成した。父との断絶、借金を知り得なかった状況、業者が来て、初めて知った経緯を詳細に記し、今回のケースが借金の存在を知ったとき、起き3点とすべき、例外的な場合であることを強力に主張した文章だった。完璧ですね。これなら裁判官も分かってくれるはずですと恵子。できる限りのことはしました。あとは判断を待つだけです。運命の日、恵子は佐藤と共に家庭裁判所に真実書と膨大な証拠書類を提出した。窓口で審査には1ヶ月かかりますと言われ、恵子は少しほっとした。しかし、待機期間は針のむしろだった。もし却下されたら5000万円の借金が確定してしまう。業者の取り立ては激しさを増していた。裁判所に逃げ込んだって無駄だぞ。さっさと払え。
と脅しがエスカレートする。恐怖で眠れない夜が続いたが、先生を信じようと必死で心を奮い立たせた。そして1ヶ月半後、ポストに家庭裁判所からの茶封筒が入っていた。震える手で開けると、中には1枚の紙が、相続放棄真実受理通知書、受理。その2文字を見た瞬間、恵子はその場に崩れ落ち、声を上げて泣いた。認められたのだ。自分たちの主張が届いたのだ。すぐに夫と佐藤先生に泣きながら電話で報告した。よかったですね。本当によかった。という佐藤の声が温かく響いた。まだ終わりではない。これからが本当の戦いだ。恵子は涙を拭い、立ち上がった。この一枚の紙が最強の盾となる。もう、怯えることはない。第9章逆転の瞬間。翌日、恵子は佐藤の指示で、裁判所で相続放棄真実受理証明書を発行してもらった。金色の霧の紋章が入った重々しい公的証明書だ。その日の夕方、業者が現れた。いつもの3人組だ。乱暴なチャイムの音にも、もう以前のような恐怖はない。はい。どなたですかと落ち着いて応答する。いつまで居留守使ってんだ。さっさと金返せ。恵子はチェーンをかけずにドアを大きく開け放った。男たちは一瞬たじろいだが、すぐに土足で上がり込もうとする。やっと観念したか。さあ、5000万円だ。男が手を差し出した。恵子は一歩も引かず、男の目を見つめ返し、背中に隠し持っていたクリアファイルを突きつけた。これを見てください。中から取り出したのは、あの証明書だった。あ？なんだこれは。男は怪訝そうに証明書をひったくった。しばらく眺めていた男の表情が歪んでいく。相続放棄受理証明書だと？バカな。3ヶ月過ぎてたはずだぞ。なんで受理されてるんだ。動揺する男に、恵子は毅然と言い放った。法律の専門家に相談し、正当な手続きを踏みました。裁判所は、私が借金の存在を知った時を起点とすることを認めてくれたんです。つまり、私は正式に相続を放棄しました。私には、父の借金を支払う義務は一切ありません。あなた方にも請求する権利はありません。ふざけるな。そんな詭弁が通用するか？こっちは5000万円損するんだぞ。男が顔を真っ赤にして怒鳴り、証明書を破り捨てようとしたその時、そこまでです。玄関の奥から凛とした声が響いた。スーツ姿の佐藤司法書士が立っていた。佐藤は冷静に男たちの前に進み出た。手には小型ビデオカメラが握られている。私は司法書士の佐藤です。高橋さんの代理人です。あなた方の行いは全て記録させていただいています。男たちはカメラを向けられ狼狽した。今、彼女が提示した証明書は公文書です。それを破棄しようとしたり、これ以上不当な請求を続けるなら、威力業務妨害罪、強要罪、恐喝未遂罪で直ちに警察に通報します。あなた方の会社にも金融庁を通じて報告しますが、よろしいですね。佐藤の言葉が鋭く突き刺さる。法律の専門家の登場。動かぬ証拠。刑事告訴の可能性。悪徳業者も完全に戦意を喪失した。リーダー格の男は悔しそうに証明書を投げ返した。今回はこっちの負けだ。だがな、覚えてろよ。捨て台詞を吐き、男たちは逃げるように去っていった。静寂が戻った玄関で、恵子はその場にへたり込み、安堵の涙を流した。終わった。本当に、終わったんですね。佐藤が優しく肩に手を置いた。はい。終わりましたよ。高橋さん。あなたの完全勝利です。恵子は佐藤の手を握りしめ、何度もありがとうございますと繰り返した。第10章守り抜いた未来。悪夢から解放され、高橋家に平穏な日常が戻った。駆けつけた健太は、恵子を強く抱きしめてくれた。怖かっただろう。よく頑張ったな。恵子、本当に、すごいよ。夫の温かい言葉と腕の中で、恵子は安堵と感謝の涙を流した。数日後、佐藤事務所を訪れ、改めてお礼を伝えると、佐藤は笑顔で言った。私は法律という道具の使い方をお教えしただけ。戦ったのは、高橋さんご自身です。諦めずに相談してくれた。あなたの勇気がこの結果を呼んだんです。その言葉に、恵子は胸が熱くなった。自分にそんな勇気があったなんて、法律って怖いものだと思ってました。でも、使い方次第で自分たちを守ってくれる強い味方にもなるんですね。その通りです。
法律は知っている者の味方。無知は時に最大の敵になります。これからは何かあったらすぐに専門家に頼ってくださいね。週末、家族3人で公園に出かけた。走り回る愛と健太の笑い声が響く。ベンチで見つめながら、恵子はこの幸せを何としても守り抜かなければと思った。5000万円の借金。一歩間違えれば全て奪われていたかもしれない。そう思うと背筋が寒くなるが、乗り越えた自信が心を支えていた。ママ、お腹すいた。愛が戻ってきた。はいはい。お弁当にしようね。恵子は笑顔でお弁当を広げた。いつものありふれた家族の風景。けれど、今の恵子にとっては何にも代え難い宝物だった。もう二度とこの幸せを脅かさせはしない。恵子は心の中で強く誓い、愛する家族と共に穏やかな午後を過ごした。今回の法律 Tips、民法第915条相続放棄の期間。相続放棄は原則として事故のために相続の開始があったことを知ったとき、通常は被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎると原則として単純承認借金も含む全ての遺産を相続することをしたとみなされます。熟慮期間の起算点の例外最高裁判例。ただし被相続人と長年疎遠であり生前の交流が全くなかったため、借金等の相続財産が全くないと信じる正当な理由があるなどの特別な事情がある場合には、3ヶ月の起算点が相続財産借金の存在を知った時からとなるとする最高裁の判例があります。今回のように死亡を知ってから3ヶ月を過ぎていても諦めずに専門家に相談することが重要です。家庭裁判所への申述。相続放棄は相続人同士の話し合いで決めることはできません。必ず管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出し受理される必要があります。受理されて初めて法的に相続放棄が認められます。免責事項。本動画はフィクションであり専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。